トリックだけ聞いてもいいですか？お尻に脂肪注入する流れで、胸にも入れたいなって相談したんですけど、脂肪足りないって言われたので、じゃあ、なるほどね。飲み寄せた感じもそんなワインになってないですよね。はい。ちょうどいい感じですよね。形とかは？形とかは全然気に入って満足です。脂肪吸引、豊胸メインで行っている森脇慎です。今回は25歳女性のシルバンバック豊胸、モディバエルゴノミクス2を液化、脇のところから乳腺下に挿入した方のマーキングから施術風景、ビフォーアフター、そして術後のダウンタイム経過、1週間後のダウンタイム経過を紹介していきます。豊胸を希望される方は多いと思いますが、その中で今回はシリコンバック豊胸に関して見ていきたいと思います。それでは早速、マーキングから見ていきましょう。やろうと思った時だけ聞いてもいいですか？お尻に脂肪注入する流れで、胸にも入れたいなって相談したんですけど、脂肪足りないって言われたので、じゃあ。なるほどね。もともと韓国で腰と太ももの脂肪吸引して、それをお尻に入れたいんですよね。はい。で、やっぱりこのウエストライン、このくびれ、もうすでにお腹とかもちょっと綺麗なんですけど、で、太ももも細くて、このウエストラインをちょっと丸くして、かつお胸に入れておくと、全体的なボディがめちゃくちゃ綺麗になります。脂肪量の関係ですかね。なんで入れなかったでしょうか？脂肪吸引後にダイエットして、あんま太りたくなくて、そうか、しっかりボリュームアップしたかったですね。なんで脂肪補強いいんですけど、こうやっぱり戻るのとボリューム一度でボリュームアップしたいなとなった時にちょっとやっぱり物足りないなと感じる方いるので、そういった方は一度で1回で大きくできるシリコンバッグだと思うので、今回はシリコンバッグ入れていくんですけど、ちょっとサイズ控えめにして125のですよね。その中シリコン感を出すというよりは自然な感じでサイズアップしていく感じで今回はしていきますね。はい、ここからマーキングですね。しっかりと正中の部位と乳房下縁、バージスラインの部位を確認しながら行っています。この方は左右でやや左が上に上がっているので、そこも含めて乳房下縁の位置をシリコンバッグを挿入するときに剥離して、なるべく左右均等になるように整えていきます。しっかりとこのお胸の縁ですね、辺のラインを意識した剥離が大事になってくるので、マーキングは非常に大事です。また左右のバランスを見ながら調整するので、このように紫のペンで書きながら左右どれぐらいの位置にシリコンが挿入されるかを確認して行っています。こちらがマーキングになりますね。で、今回、225で、脇のところ、3センチか3.5、3センチぐらいで多分いけるんですけど、ここから開けて、乳腺の下のところに入れていきますね。で、自然な感じで、なるべくこう揃えるのと、できるだけ内側に、やっぱりちょっと離れちゃうので、シリコンのデビューとして、しっかりこの内側確認するのを意識するので、上に行かないように、結構ずれたりもするので、そこはしっかり意識して確認していく感じでやっていきます。ここから施術風景に入ってきます。一部施術風景なのでグロテスクなシーンもあるので、見たくない方は次のビフォーアフターのところのシーンに飛んでください。では見ていきますね。まずは消毒ですね。この消毒の作業非常に大切になりますね。豊胸で一番嫌なのが感染ですね。脂肪豊胸でもシリコン豊胸でも感染を起こさないためにしっかりと消毒します。さあ、それでは始めます。麻酔をして3センチぐらいメスで切っていっています。このところから挿入していきます。これがチュメセント液ですね。今剥離してお胸のところに到達したので、このチュメセント液という麻酔液を撒いて出血予防にもなります。また、チュメセント液で剥離もできるので、剥離と止血両方兼ねていますね。しっかりと乳腺下の組織を剥離します。こちらが爆流鉗子というものですね。これを使って乳腺下の層のところを均一に剥離するようにしています。これ開けることもできるんですけど、なるべく開かずに行っていますね。こちらブーメラン鉗子というものですね。これで全体的に横に剥離していって、均等に層がなるように行っています。これを横にすることによって、きれいに乳腺下の層を平面のラインで剥離することが可能になります。次にやっているのが膨らましているのが、これがエクスパンダーというものですね。これを入れて、どれぐらいお胸が正確な位置にシリコンバッグが挿入できるかっていうのを確認しています。今回 225cc 入れるので、空気も 225cc 入れて膨らまして、それで調整が必要なところをマーカーでマーキングしてますね。そこをまた後で剥離する感じです。そしていよいよシリコンバッグを挿入していきます。これがモディバエルゴノミクス2ですね。
さあ、ケラーファンネルという袋を使って乳腺下の位置に挿入していってます。ぐーっと乳搾りみたいな感じで押し出して乳腺下のところにバッグを挿入していってます。ぐーっと入れていってます。なかなか今回は剥離を最小限にしているので入りが大変ですね。今入ったので下の方に押していってます。こうやって入って本目の方に入ります。今入りました。こちらビフォーですね。こちらアフターです。綺麗になってますよね。こうビフォーアフターに比べても術直も綺麗な形になっていて、そのまま形が保てるのがシリコンバッグ包協のメリットだと思います。ではここから術後1週間のダウンタイム経過を聞いていきます。225cc のモティバ L コノミックスを脇からですね入れて、乳腺の下に入れて、今日で1週間ですね。どうでしたか？なんかそのダウンタイム。3日間ぐらいも起き上がるのが辛かった。腹筋が鍛えられます。ああ、どう辛かったですか？胸が動く感じになるのが辛いので、起き上がると下がるじゃないですか。そこがちょっと違和感があるんですよ。痛すぎて耐えれないってことはないんですけど。やっぱちょっと移動するときになんか痛い感じは違和感、今までなかった。あ、そうなんですね。なるほど。結構ちょっと痛いですよね。そうなんだよ。痛くなくはないんですけど、そんなに。そんなに。はい。じゃあ日常生活、その起き上がる以外の時とかは大丈夫でした？大胸筋の筋肉痛っぽかったので、腕が上がらなくて。なるほど。今はちょっと上げてないですか？今もまだ高いところにある食器とかは取れないぐらいです。1週間です。はい。腫れない出血どうでした？腫れはどうなんだろう。顔はすごいむくんだので、多分全体的に腫れてる気はするんですけど、特にそんなに胸だけ。そうはなかった。そうですね、1週間なんですけど、あんまり、ちょっと大きなみとかあるんですけど、今回、あんまり出血出なかったかなと思うんですけど、ちょっとこれに関しては個人差あるので、出るときは出るんですよね。ちょっとここら辺とか、技っぽくなるときがあるので、出ないときはあんまり出ないですけど、出るときは出る。そうです。ちょっと柔らかさ多分、まだ違和感は全然あると思うんですけど、張ってる感じと硬さとか。ちょっとやっぱり違和感は全然あるんですけど、張ってる感じももう、だいぶ落ち着いてきて、硬さもちょっとずつ柔らかくなってきたかな。ちょっと待ってください。でも確かにね、そんなにすごい硬いってわけじゃないですね。2日目ぐらいまではカチカチだった。本当ですか？確かに。サイズ感ちょうどいいですね、ちょっと数ヶ月ぐらい硬くなるときはあるので、今回は結構いい感じに柔らかさも張ってる感じもないので、なんか経過的にはいいと思うんですけど、ちょっとまだ硬くなるときもあるので、数ヶ月なんか数ヶ月の通して、そのまま馴染んではくるんですけど、そういうことがあるんですかね。手術後のなんかもう麻酔終わるじゃないですか、なんかその時フラフラとかしました？フラフラはしてないですね。してない。本当ですか？わりかし、もうパッと来てパッと帰って、でも電車だときついとは思いました。何で帰られたんでしょう？タクシーで。タクシーか。そうですよね。手術後ちょっと安静にしてもらって、なるべく車とかで帰れるならそれがいいと思うし、ちょっと遠い人とかだったら、ちょっと近くに一泊泊まってゆっくりして帰るとかもいいかもしれないですね。なんか飛行機とかいきなり乗るのきついですよね。飛行機は多分きつくないですよね。なんか人混みが怖い。当たられたらどうしようみたいな。そうですよね。だからちょっとね、そういうのもあると思う。電車とか確かに満員電車とか結構怖いと思うので、なるべくリラックスして帰れるような感じにしてもらいたいかなと思いますね。今、違和感とかあります？形とかは。形とかは全然気に入って満足です。はい。大丈夫そうですね。シリコンのいいところは、ここから形があんまり変わらないってところだと思うので、直部に入れた感じで、そのまま何もなければ形ずっと保ってくれるのは、脂肪包協と違っていいところかなと思うので、この感じが良ければいいかなっていうところですね。胸なんかあれですもんね、胸寄せた感じもそのワインになってないですよね。はい。ごめんなさい。そういう感じですね。はい。ちょっとここからちょっと脇の傷だけ見せてもらっていいですか？はい。ちょっとやっぱちょっとこのシリコンのデメリットの一つはこの3センチぐらいの傷が今1週間なんで全然目立つんですけど、ここにやっぱつくっていうのと、この有望火炎か脇のところどっちかにやっぱりつくので、ありがとうございます。はい、ちょっとそこがちょっと傷跡長いと思うんですけど、脇のところの線に沿ってやってるので綺麗にはなっていくんですけど、ちょっと長いかなと思うので、はい。他は大丈夫そうですか？はい、大丈夫です。最後に術後1週間のビフォーアフターを紹介します。こちらビフォーですね。こちらがアフターです。サイズ感アップしてますね。これ締めた時のビフォーです。こちらが締めた時のアフター。ボリューム感がわかりますよね。
そしてビフォーアフターを比べるとしっかりとボリュームアップはしてますが、今回 225cc でなるべく自然な形で入れているので、あまり不自然な感じじゃなくバストアップが行われているのがわかると思います。はい、ということで今回はですね、25歳女性のモディバエルゴノミクス2脇からの挿入で入線下に 225cc デミという高さのものを挿入した方のマーキングから施術風景、ビフォーアフター、インタビュー動画、そしてまた1週間後のビフォーアフターを紹介しました。シリコンバック包協に関しては、例えば胸の谷間が Y の字になるとか、触った時に不自然になるとか、また入れた形が分かりやすいとか、そういったデメリットのことも言われることがあると思いますが、適切なサイズで適切な剥離を行って適切な層に入れると、かなり自然なバストアップが可能になると思います。包協でお悩みの方は、ぜひ概要欄の公式 LINE で包協相談希望とご連絡ください。また今後も脂肪吸引と包協の動画を投稿していくので、よかったらチャンネル登録といいねよろしくお願いします。それでは。